こんにちは、空手家峠です。今回はこちらの動画を見られた方はご存知だと思いますが、前田明さんからの強いご希望とご縁つなぎをいただき、久保優太選手がトレーナーを務めるジムパージ東京に来ております。では、ご説明よろしくお願いします。よろしくお願いします。久保優太です。よろしくお願いします。僕のチャンネルを見るような格闘技好きの方にはもう紹介必要ないとは思いますが、ご覧の通り久保選手も低姿勢で見た目も優しいので、もう尋常じゃない強さを理解してもらえない方もいるかなと思うので、ちょっと僕の方から少し、紹介させていただきます。はい、キャリアはキックボクシングで60戦以上、しかも獲得タイトルは、初代 K1 ワールドグランプリウェルター級王者、 K1 ワールドマックス2011のアンダー63王者、初代クラッシュウェルター級王者、しかも世界最大規模のグローリーの、アンダー65の世界王者、 ISK の、世界ライト級ウェルター級王者、もう WPMO スーパーフェザー級王者、もうこれ実績やばすぎるんですよ、本当に。で、そこで今回は、以前、僕佐藤義弘さんとコラボさせていただいた時がもう人生実は初グローブだったんですが、グローブ技術に関してはもうほとんど素人でっていう意味、僕が今日はもう圧倒的に卓越した技術と理論で有名な久保選手からキックボクシングの基本的な技術や、公開できる範囲のこのカウンターなんかを、理論を教わっていきたいなと思います。よろしくお願いします。もうなんかもう全然ど素人ですみませんが、よろしくお願いします。先ほど僕のチャンネルの方でコラボさせていただいて、神戸先生の方にですね、パンチ力が上がる方法だとか決起力が上がる方法を教えていただいたので、本当に僕もすごく勉強になりました。ありがとうございます。ちなみにフルコンタクト空手のルールの中で使う、カウンター技術に関しては僕も相当研究してきたんですが、そちらに関しては今後、僕のチャンネルの方で公開予定なので、高血の使っているカウンターが気になる方はチャンネル登録お願いします。今回はもう完全に僕ではなく久保優太選手のグローブ技術の中で使われるカウンター技術も確実に空手でも役立つと思うので、そちらの方を習っていこうかなと思います。よろしくお願いします。なんかディフェンスのその順位っていうのを僕実は順位付けしていて、なんか距離で外すっていうのが、自分の中で一番最初の優先順位としていて、でまず距離で外すっていうのが、例えばパンチも打っていただいたりとか、パンチ打っても、距離で外したりとか、キックしていただいたりとかしても、これで当たらないっていうのは、これが距離で外す。距離で外すっていうのが、一つ目のディフェンスで、その次に、パーリングですね。パーリング、この距離が距離で外す距離なんで、ちょっと近づくと、これってパーリングができる距離なんですけど、じゃあ打っていただいていいですか。で蹴っていただいてください。ここが2番目の、距離になります。でこの次がもう一歩半歩ぐらいちょっと近いような感じなんですけど、打っていただいてスウェーだとかこう、ウェーリングだったりダッキングだったりとか、こういうような、距離感じます。ただこの距離感で気をつけなきゃいけないのが、やっぱり膝蹴りとかが入りやすいじゃないですか。なのでしっかり入らないところにポジショニングを一度にすることが重要だと思っていて、でここが3番目の距離です。そのより近い距離がもうブロッキングの、位置になります。ブロッキングで初めてブロッキングを選択したんです。なので僕がその試合中やっぱりブロッキングはあまり使用してないっていう言われるんですけど、それはこの位置に入っていないので、この位置にいると僕先に膝蹴りとか打っちゃうんですね。なのでこの位置にいることが少ないので、あまり僕のブロッキングは試合で見られないって言われるんですけど、結構僕が接近戦でゴリゴリ押してる試合とかあるんですけど、そういう時は結構僕実はブロッキング使ってて、失礼しながらもブロッキング使ったりしてる試合も中には実はあるんですけど、それは実はその距離感に応じてディフェンスっていうのを使い分けてるので、そういうふうになってるっていう感じです。で最終手段がもう何ですかね、おでこで受けたりとか、これ受けたりとか、スイーピングアウェイでガーンと、やるんですけど、これってもう100のダメージを半分とか、70% ぐらいに収めるとか、そういう感じになっちゃうじゃないですか。なのでディフェンスの段階的にはこれってダメージをもらわない順っていうのを僕で頭の中で、理解していて、それで選択肢として分けているので、なのでブロッキングっていうのは、結構後ろの広報的な手段の一つとしてやってます。これ多分でも空手家、フルコンタクト空手家がキックやるなら絶対知っといた方がいいですね。これ僕ら基本顔面パンチがないんで、もうそもそもスタートの感覚がブロッキングの距離なんですよ。
なんですけど、はいはいここからだったらジャンプが顔通ってもここは絶対届かないんで、はいここがスタートの感覚があるんで、ああこれやっぱ僕らがグローブやるなら絶対的にはいそもそも知っておいた方がいいですね。そうですね、必然的に距離感っていうのが近い距離になるってことですよね、そっか、確かにそうするとそのパーリングの距離に持ってくると、あと遠い距離に持ってくるっていうのを、そうですね、距離感に応じて理解するっていうのは確かにおっしゃるとおり、基本中の基本でもう知っとかないと全然僕ら多分通用しないというか始まらないんですよこれ。でもこれをでも理解しているキックボクサーってほとんどいないんです。ああそうですか。はい、みんななんとなくなんかこう当たり前のようにこうやって練習してなんとなく当たり前のようにこういう感じで感覚的な感じでやっちゃってるので、これをしっかりと理解できればもっとディフェンスがよりうまいすごいテクニックとして応用できる技術になるんです。これを応用して、最初距離で外すパーリング、次がスウェーだったりレーディング、5段階中の3つ目の段階とかで、例えば4段階目の時に使えるカウンターとか3段階目の時に使えるカウンターっていうのをこれ応用して実は派生があってその時にしか使えないカウンターがあったりするのでこの5段階っていうのをすごく実は僕は大事にしています。面白いですね。もうじゃあもうこの場合でこの段階の時は、もう基本的にはこのカウンターっていう半分決まってるみたいなものがあるっていうことですね。そうです、はい、ああ、これはすごい、これは面白いな。みたいなイメージっていうんですか、あれ分かるとちょっと分かりづらいですけど、この距離の時はこれ、この距離の時はこれみたいな、はい、ある意味結構決まっちゃってるところがあるので。でもだからこそですね、正直、何が来るかわからない、この距離で何を出すかわからないって決まってないところが感覚値で出すのすごい大変ですけど、今みたいにこの間合いでこのパターンならこれって自分の中で決めて体に染み込んじゃってれば、選択するものが決まってるんで、そうそう戦いやすさは全然違ってきますよね。おっしゃる通りだと思います。面白い。なんか相手から多分スウェーして、よし、なんかこの蹴りを切ようってやったって遅いじゃないですか。もうそのスウェーしてなんかリターンなのか、スウェーしてそこからスキルなんかスウェーして崩すのかって、もう自分の体の中に忍ばせる技っていうのが結構パターンで持っていないと多分試合として絶対選択できないと思うので、そうなってくるとそのディフェンスの観点でいうと距離感はかなり変わってくると思います。そしたらその中で、いくつか紹介できるものを、実際に見せていただいたら分かりました。はい、じゃあ今からちょっと具体的にどの技にどんな技をかぶせるとか、その具体的な戦術とかを聞いていきたいなと思うんですけど、基本だけじゃあさらっと教えていただいていいですか。一番遠い、一番最初に1段階距離の外す時はもうこれの時はもう完全に外すだけですね。カウンターって難しいです。絶対無理ですもんね。それで外してまた自分の範囲にいけないので、これだとファンテンポがくれちゃうので難しい。で、次がパーリングの次はパーリングの距離です。パーリングの距離は外してカウンターというのが打ちやすいです。ミドルでこれ外したりスウェーして、っていうのカウンターが可能になるんですけど、でもこのもともと遠い距離で外す距離にいて、ミドルでも自分これ遠いので抜けられちゃうので、なので段階としてパーリングの距離とか、でここのもう一個そのスウェードとかこのウェーリングの距離なんだと。ちょっとまた変わってきて難しいんですね、今度サイドに出たりとかしないともろに受けてしまうので、ちょっとまた変わってくるんですけど、一応この距離の一番の基本だと、どんなものがありますかね。スウェーの距離とこのウェーリングの距離ですか。例えば久保選手が一番使うとか、これが一番素人でも簡単だよっていう、何かカウンターです。カウンターやっぱりこの距離ではウェーリングこれジャブが相手が出してきますね。ジャブで出してくるのに対してこれクロスで合わせる。これなんか僕らグローブの素人からしたら難しそうだなと思うんですけど、基本なんですかねこれは。そうですね、結構ここでせーので合わせる、これはひたすら反復練習でせーので合わせる、せーので合わせる、せーので合わせる、これをずっと反復練習でもう癖づける感じです。まさかこれが基本だとはちょっと驚きですね。だからカウンターのそうですね、簡単なカウンターとしてはかぶせのクロスカウンターは
これって何がいいかって言いますと、例えばワンツーとかでワンでテンポが遅れちゃってツーの時これでもカウンターになるので、基本的なそのフォームとしてはこれはカウンターこちらの方がいい、確かに一つです。はい、これは結構そうですね、有効かもしれないです、簡単な方法として。ちなみに、次がこっち次はブロッキングの距離。はい、ブロッキングの距離ですね。この距離とかってなんかあるんですか？ブロッキングのカウンター、使うカウンターとか。ブロッキングの距離のカウンターは、例えばこっちダンとかですかね。ダン。順番としたらこれはでもあれですね。本当は P の方がいいんですけど、じゃあこの辺 P しよう。実はこれってすごいあんまり使ってないし、みんな知らない技術で。そうなんですよ。黒シャイなんですね。ただこっちは空いてるんで、こうしたらガーンっていっちゃった方が、本当だ。じゃあこれは P。モザイクをかけてください。わかりました。多分これモザイクかけても映っちゃうので、なんかこう何かしら加工します。切るか。ここは秘密っていうので。そうですね、今のがブロッキングのカウンターですね。ちょっとブロッキングのカウンター、もう目からこうやばすぎたんですけど、すいません、公開できないということでカットさせていただきました。これは確かに記憶の中で使ってる選手を見たことがほとんどない気がするので、すごいですね、ちょっとなんかそれを踏まえて、その知識を踏まえて、また久保選手の過去の試合をまた見てみたくなりました。ぜひまた今度ちょっと見させていただきます。じゃあちょっと実際に、体験させていただければ、よろしくお願いします。じゃあ僕が結構使う技っていう出せるやつで。出せる、結構使ってるのは、でもこの距離でパーリングの距離にいて、あとミドルキックを据えして、ドルキックですね、これを、これを結構使ってます。じゃあ、ここで、なんかお願いします。これあれですよね、久保優斗の格闘技塾かなんかのやつでも、ちょっとツイッターで前振りの動画を見せていただいたんですけど、これの技術です。あれですよね。でこれ、結構ポイントで、例えば深く蹴ってくるとするじゃないですか。これでスウェーされて、結構スウェーされると嫌な時って深く蹴ってくるじゃないですか。そういう選手は深く蹴ってくるなと思ってカットしちゃうんです。もう動作で。そうです。距離感で、もうこれこれこそそのスウェーとかの距離とか、ブロッキングの時とかの距離でミドルキックこうやって蹴ってこられたとしたら、スウェー間に合わないので。ブロッキングしてミドル返す。このぐらいだとブロッキングしてミドル返す。このぐらいだとステイしてミドル返す。距離感に応じてなんですかね、自分のやることが変わるっていうか、正確に言うとできることが変わる。そうですよね。正確に表現すると。確かにもう最初の初動のこの軸足の位置で距離を変える、選択する感じですか？そうです。この距離で自分がどのディフェンスというか攻撃ができるかっていうので、もうここだったらもうステイする、ここだったらステイできないので、ブロッキングにカットするかっていう感じですね。こうなるとあれですね、本当反復練習ですよね。反復練習。癖づいていても、この距離に入られた瞬間にも体が勝手にそれを選択してくれるぐらいまで反復されてるってことですよね。もうなんか戦略を立てた上でそれを反復して体に染み込ませるみたいな感じの。やっぱり反復させないと簡単に染み込ませないと、結局試合中出ない、間違いないじゃないですか。でもこのなんか理解ができるっていうか、この距離ではこのスウェーが通じないんだっていうのを、それを将棋で例えると、角は斜めしかいけないです、飛車はすごい強力ですけど縦の動きしかできないですみたいな感じで、この距離ではこれはできるけどこれはできないっていうのは絶対決まってる、人間のやっぱ決まってるじゃないですか。なのでそれを理解してちゃんと反復練習すれば、すごくもう勝手に体が動くっていうか、自分のものになってるものなので、もう戦略家ですね。もうなんか動画を過去のやつも見させてもらって、解説見させてもらったりとかいろいろしてても、やっぱそこがすごいんだなと。もう戦略を立てて、その戦略通り自分が動けるように自分を仕上げて試合に挑むっていう
タイプで、その戦略自体もすごいんだけど、やっぱそれができるように体に染み込ませるっていう作業は完全にあれですね、能力と数と、反復練習で、結構それができるようになってくると、支えっていう技術もできるようになってきて、なんかここでスウェーをずっと僕がスウェーします。スウェーしたら、絶対もっと深く蹴ってくるとか、スウェーされるので、スウェーされるので、近く蹴ってくるときこっちから直して、カウンター取れるたりとか、顔面につなげてもいいですし、こっち誘って次の攻撃ができる。もうこのパターンならこうっていうのが反復できるからこそ次の発展できるってやつですね。やばいですね、これどんどん派生してきますもんね。面白いなこれやっぱり。ありがとうございます。スウェーの距離は言ってなかったです。スウェーの距離、すいません。スウェーとかこのラッキングの距離なんで、ブロッキングよりちょっと遠い距離、この距離です。この距離でこういうふうにいける距離、これが自分の体を使った動ける距離なんですけど、これ一個じゃ弱点があるのが、ここ状態が動いてないと膝切れに笑っちゃうんですよ。これもコツがあって、結構こっちに行ったりサイドに行ったりとかするんですけど、なのでそれを応用するとこっちに出ながらクロスになります。そう、これ時に、例えばクロスの時に、相手に対してどのくらい前足をどう動かすとかって感覚がありますか？相手に対して距離っていうか手の長さにもよるんですけど、確かにそうですね。ここでこうやって押さえてて、最初に例えばじゃあ、ジャブでここですね、ここでまあスウェーしたとしたら、もうこの距離じゃないですか。相手の射程距離がここだなっていうのをちゃんと確認しといて、ここに行ってこういう感じですね。そっか、相手のこの手の長さによって踏み込むっていうのは変わってきます。そうですね、カーンってなって最初のもうここで距離をちゃんと測っちゃったんですね。ここでもう相手がこの距離だな、ここだったら今僕が好きな距離にいけるっていうか、ここだったら自分が入れますし避けれますっていうパーリングの距離にいるんですね。なのでこれは簡単に取りやすいです。確かになんか今スーッと入られますもんね。ここで一歩で自分が入りますけど、相手が一歩入ってきたら触れる。外せる。好きな距離をずっと維持する。じゃあ久保選手が好きな距離が今の基本的にはその距離なんです。そうです。なのでそれがこうなんか応用すると結構もう陣取り合戦じゃないですけど、ポジショニング争い。空手もポジショニング争いは結構多くて、ピクピクしちゃうの時間がすごい、上の大会になればなるほどその時間がすごい長くなってくる。そうですね、うまければ上手い人もそのあれになりますよね。ピクしちゃう。行こうと思うと次来るからちょっとやるずっとすごくわかります。そうするみたいな。でもそれがやっぱ空手とはやっぱちょっと違うんだなっていうのをこう感覚的にこう今教えてもらってるのは、やっぱグローブだとこうだろうなって、だから僕らが空手家の感覚のままやったら、全然もう普通に餌食だろうなって本当に思いますね。なんかその顔面パンチが入って蹴りがあることによって確かに選択肢が増えるっていうか、気をつけてなきゃいけないことはやっぱり増えてしまうので、それはちょっと修正はあると、でもちょっと修正するだけで全然問題ないと思うんですけど。お願いします。お願いします。めちゃめちゃ楽しいです。やめられなくなっちゃいそう。やっぱり楽しいです。楽しいですね。もうなんかやばいですね。これ多分いつまででもやってていいよって1時間でもおかわりしそうだ。ありがとうございました。ありがとうございました。もう世界トップクラスの方のカウンターの技術の基本をちょっと教えていただいたんですけど、もう結構目から鱗っすね。もうなんか、やっぱ僕ら空手か顔面パンチにない選手が何も知らずにそれはやったら餌食になるよねっていうのはちょっと実際よくこういうことだったんだって学ばせていただいたんで、僕のチャンネルフルコンの選手が圧倒的に多いとは思うので、今後グローブに挑戦する方はちょっとこの動画参考にしていただければなと思います。ありがとうございました。じゃあちょっと最後の締めの一言を、お付き合いください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。日頃このチャンネルは極真空手世界大会を3連覇した高傑の過去の試合動画や誰でもすぐに再現可能な技術解説など見れば 100% 強くなる動画を毎週金曜投稿していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して極真空手世界王者高傑の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。